皆さん、こんにちは。陽介です。いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。私は今、英語を少しずつ勉強しています。毎日、本当に少しずつですけど、続けています。それで、この前、こんなことがあったんです。英語の勉強のために、YouTube で解説の動画を見ていたんですね。そうしたら、その動画の中で、ある表現について、こんな風に説明していたんです。これは教科書にはよく出てくるけれど、ネイティブは実際の会話ではほとんど使いませんと紹介していたんですね。そうなんだと気がつくことができました。私がちゃんと習って正しいと思っていた言い方が実はあまり使われていなかったんです。これにはちょっと驚きました。そしてこれってきっと逆に日本語を勉強している皆さんにも起きているんじゃないかなと思ったんです。そこで今日は教科書の日本語と生の日本語というテーマでお話ししたいと思います。教科書ではこう習うけど、日本人が聞くと、ちょっと違うかなと感じてしまう言い方。そしてそれを実際にはどう言い換えているのか。この2つをセットで紹介していきます。最初に一つだけ大事なことを言わせてください。今日紹介する教科書の言い方は間違いではありません。これから出てくる言い方はどれも文法的に正しいですし、意味もちゃんと伝わります。試験でも正しい答えとして出てきます。でも何か硬すぎてよそよそしく聞こえてしまうことがあるんです。よそよそしいというのは他人みたいに距離がある感じという意味です。それからもう一つ付け加えておきたいことがあります。同じ言葉でも書き言葉と話し言葉ではちょうどいい言い方が少し違うんですよね。例えば仕事のメールとか書類みたいに文字で書く場面だと、教科書で習う硬い言い方がむしろぴったりということもあります。だから硬いからダメではなくて、その場面に合っているかどうかが大事なんです。だから今日の目標は教科書を捨てることではありません。むしろ逆で、教科書でちゃんと基本を覚えた上で、場面によって変える感覚をつかめるといいなと思います。それでは具体的に見ていきましょう。教科書のどの形が実際の会話では何に変わるのか。まず最初は、しなければならないという言い方です。これ、日本語を勉強した人なら、ほぼ全員が習う形だと思います。定例形で〇〇なければなりませんと習うかもしれませんね。やらなければならない。行かなければならない。何かをする必要がある。しないといけないという意味ですね。文法の問題でもよく出てきますし、もちろん正しい日本語です。でも、友達同士の会話で、明日早く起きなければなりません。なんていう人はまずいません。もし言ったら、聞いている方は、急に硬いな、どうしたと感じます。じゃあ、実際の会話ではどう言うのか。明日早く起きなきゃ。あるいは、明日早く起きないと。最後に、ねをつけて、早く起きないとね、とも言います。しなければならないではなくて、しなきゃやしないとというのが普通です。例をもう少し並べてみましょう。勉強しなければならないは勉強しなきゃ、勉強しないと。行かなければならないは行かなきゃ、行かないと。帰らなければならないは帰らなきゃ、帰らないと。それからしなきゃと似た形でしなくちゃという言い方もあります。宿題やらなくちゃ、もう寝なくちゃ。しなきゃとしなくちゃはどちらもよく使うので、両方覚えておくといいと思います。ぐっと短くなって
軽くなりましたよね。日常の会話はこっちの形がほとんどなんです。ただここで一つ気をつけたいことがあります。しなきゃやしないとはとても砕けた形なので、上司とか目上の人にそのまま使うとちょっとカジュアルすぎるんですよね。でも安心してください。簡単な直し方があるんです。実は、行かなきゃも行かないとも後ろの言葉が省略されているんですね。行かなきゃはもともと行かなきゃいけないという形です。行かないとはもともと行かないといけないという形なんです。この省略されているいけないを最後まで言ってあげて、そこにんですをつける。それだけでぐっと丁寧になるんですよね。行かなきゃいけないんです。行かないといけないんです。と言えば、目上の人にもちゃんと使えます。省略をやめて最後まで言う。それから、丁寧な言い方として、する必要があります。という言い方もあります。例えば、明日までに市役所に行く必要があります。みたいに言えます。よりビジネスで使う言葉に近くなりますね。一番砕けた友達言葉がしなきゃ。丁寧に言いたいときはいけないんですをつける。仕事のする必要があります。じゃあ、しなければならないってどこで使うんですかね。ちょっと考えてみたんですが、あまり日常では使わない気がします。次は禁止の言い方です。してはいけません。これも教科書の定番です。ここに入ってはいけません。触ってはいけません。何かをしてはダメという意味ですね。これも正しい日本語で、例えば看板とか施設のルールの説明ではちゃんと使われています。でもこれも普段の会話だとかなり硬いんです。わかりやすい例を出しますね。小さい子供が熱いものに触ろうとしている。その時、お母さんやお父さんは何て言うと思いますか？触ってはいけません。うん、言わないんですよね。言うとしたら、触っちゃダメです。ダメという言葉、聞いたことある方も多いと思います。いけないよりもずっと砕けた言い方ですね。触っちゃダメ、言っちゃダメ、食べちゃダメ、あるいはしたらダメという形もあります。触ったらダメ、走ったらダメ。意味はほとんど同じです。あと、もう少し柔らかく言いたいときは、触らないでねという言い方もあります。ダメだと少し強い感じがするので、優しく伝えたいときは、ないでねが便利です。同じやめてほしいでも言い方で印象が変わるんですよね。日常でやめてほしいと伝えるときは、このしちゃダメ、したらダメがほとんどなんですよね。さて、ここまでは義務と禁止の話でした。次は気持ちを強く伝えるときの言葉、つまり強調の言い方です。強調というのは気持ちを強く大きく伝えることですね。教科書で強調の言葉といえば、とてもが浮かぶと思います。とても美味しいです。とても面白いです。これも間違いでは全然ありません。ちゃんと通じますし、丁寧な場面では今でも使います。ただ、友達との会話でとても美味しいと言うと、なんていうか、あまり気持ちが乗っていない感じに聞こえることがあるんです。ちょっとセリフを言わされているような感じですね。本当に美味しくて感動しているのに、とても美味しいです。だと、その熱が伝わりにくいんですよね。じゃあ、実際の会話では何を使うか。いろんな場面で使えるのがすごくです。すごく美味しい。
すごく楽しかった。とてもをすごくに変えるだけでぐっと自然になります。まず、このすごくを覚えてもらえばかなり使えると思います。あと、すごいでもいいです。実は文法のルールで言うと、後ろにおいしいみたいな言葉が来るときは、すごくおいしいが正しい形らしいんです。すごいは本来はすごい人みたいに物や人を表す言葉にくっつく形なんですね。でも実際の会話ではすごいおいしいという人がものすごく多いので使っても大丈夫です。それからもっと砕けた言い方もあります。めっちゃ、めっちゃおいしい、めっちゃ楽しい。これはすごくカジュアルな親しい人との会話で出てくる言葉です。もともとは関西の方でよく使われていた言葉なんですが、今では日本全国で広く使われています。若い人も私くらいの世代もどの世代でも普通に使いますね。あともう一つ、超、超美味しい、超楽しい。これもとても砕けた強調の言葉です。若い人がよく使う感じですね。それから強調の言葉で言うと、本当にもよく使います。本当に美味しいみたいに気持ちを込めたいときですね。もっと砕けると、マジでという言い方もあります。マジで美味しい。これはかなりカジュアルで親しい人との会話に出てくる言葉です。丁寧な場面、硬い場面ではとても。普段の丁寧な会話ではすごく。親しい人との砕けた会話ではめっちゃや超。このあたりを使い分けてみると感情が伝わりやすくなると思います。それでは今日のおさらいをしましょう。今日は教科書で習うけれど、実際の会話では少し硬く聞こえる言い方とその言い換えを見てきました。しなければならないは友達とならしなきゃしないと。目上の人にならいけないんですをつけていかないといけないんです。してはいけませんはしちゃダメ、したらダメ。とてもはすごく、もっと砕けるとめっちゃ超。こうやって並べると結構変わりますよね。ここでもう一度大事なことをお伝えしておきます。今日の話は一言で言うと、より自然にネイティブっぽく聞こえるようにという話でした。ただ、これは決して教科書の日本語はダメだという話ではありません。むしろその反対です。教科書でしっかり基本を覚えているからこそ、こういう言い換えができるんですよね。基本の形を知らないと、どこを崩していいかもわかりません。だから、教科書はやっぱり土台としてものすごく大事なんです。その上で、相手や場面に合わせて言い方を選べるようになると、同じ内容でもずっと自然にネイティブっぽく聞こえるんです。完璧に教科書通りに話すことがゴールじゃないんですよね。これが今日一番伝えたかったことなんです。ここで一つ、今日の話にぴったりな言葉を紹介させてください。適材適所という四字熟語です。適というのはふさわしい、ぴったり合うという意味です。材は材料の材で、ここでは人や物のことです。所は場所のことですね。つまり、ふさわしい人や物をふさわしい場所に置くという意味なんです。言葉もこれと同じだと思うんです。丁寧な場面には丁寧な言葉を。友達との砕けた場面には砕けた言葉を。まさに言葉の適材適所ですね。これができると会話がすごくスムーズになります。今日挙げた言葉以外にも、習ったけどほとんど言わない言葉ってあるんじゃないでしょうか。皆さんが教科書で習った言葉の中で、あれこれ、実際はあまり聞かないなと感じたものはありますか？
もしあれば、ぜひコメント欄で教えてください。では、今日はこの辺りで。この動画が役に立ったら、チャンネル登録やいいねをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.